ご神君一つ。解任の時腹帯をするより、心に誠の帯をせよ。解任のおかげを受けた当の本人の信心は優にさらなりであります。その半身である主人たる者も、女だけにその修行を任せず、生まれる新しい生命のためにもその半分の修行を担うべきです。夫婦揃うての信心修行こそ安産のおかげだけでなく、良い子に生まれるための神様に対する絶対の条件と思います。絶対の条件。ここでは夫婦揃うての信心、これが絶対の条件だと師匠はおっしゃっておられるように思います。信心させていただくものとしての絶対の条件というものがやはりあるように思いますね。今朝は起きがけに、これくらいなるからによからんと心許すに過ち起こるといただきながら目を覚まさせていただきました。そしてそういえば先の金光様のお歌にそういうのがあったなと思い出させていただきました。それは今日私がいただいたように、これくらいなるからによからんと心許すに過ち起こるだったか、これくらいのことなるからにだったかもしれません。意味としてはそれほど変わらないと思いますが、これくらいはよかろうというその安易な心というのでしょうか。いわゆる厳密さを欠く心、これくらいはよかろうというその心が後々大きな過ちにつながるということなのですね。これは信心の取り組みにおいてもやはりそういうことが起こるのだと思います。それで戒められてあるのだろうと思いますね。実は昨日あるウェブサイトでの発言を読まさせていただいたのですけれども、それがちょっと気にかかっていたのですね。それは昨日アメリカで国会が開かれました。その審議中に議事堂ですかね、その議事堂にその同じ時刻にデモがあっていたようですが、そのデモ隊の一部が議事堂に乱入というのでしょうかね、入り国会の審議が中断されることになり、議員さんたちが非難されたというニュースがあっておりました。いわゆる民主主義の世界、民主主義というだけではなく、私どもが人間がその話し合いでことを進めていこうとする、その中にそれを暴力をもってそれを阻止しようとする、暴力をもって自分の意見を通そうとする、あってよかろうはずはありませんね。私はそう思うのですけれども、そのある発言にはそういう数十万人規模のデモ、そういう中にはそういうことも起こりうるのだと、いわばそのデモ隊の一部がある意味暴徒と
課したようなものでしょうかね。それで、国会議事堂に乱入して国会の審議を止めた。そういうこともあり得ることなのだと。むしろこの程度で終わったからよかったのではなかろうかといったような、その暴力を認めるような発言、肯定する、暴力を肯定する、数十万程度のデモならば、こういうことは起こりうることだと。いわばその暴力を肯定するような発言が書き込まれていたのですね。それが私の心になんとなく、これでいいのかなという疑問がずっと昨夜から持ち続けておりました。それに対しての神様のお答えをいただいたのだと思います。これくらいなるからによからんと心許すに過ち起こる。数十万のデモ隊の中だからこれくらいのことは暴力的なことも起こるだろうと。それはあり得ることだから仕方がないかというようなことではいけないという神様からのメッセージだと私は今朝はいただいております。神様には厳格なところがあります。教えを守るでも成り行きを尊ぶでもこれくらいはよかろうというような、そういう甘い心では神様から認めてもらえないですね。師匠がそれこそ朝のお出ましになるときに控えの間に入られ、控えの間からご神前に出られる。その時にその日の正法師の先生が襖をお開けするのですけれども、ご記念の座に4時につく。きっかり4時でなければならない。そのためにはその正法師の先生が襖を開けるのは1分前。3時59分に開けてもらわなければならないと。これは厳しいものでしたね。1分でも早くてはいけない。遅くてもいけない。もちろん遅くてはいけないわけですけれども、早すぎてもいけない。59分でなければいけない。それが58分であっても、早めならよかろうと思って58分に開ける。それではダメなのですね。師匠にはそういう厳しいところがやはりありました。59分でなければならないと。それに対する修行生の取り組みとして、大抵の修行生はお昼前の時計を見て、その襖を開けに行っておりました。ところがたまにお昼前の時計と控えの時計とがずれていたりするわけですね。そういう時にはやはり特別言われませんけれども、おそらく後で研修の時等に早すぎると言われることがあったようですね。私の時にはもう2代に変わっておられましたから、そういうことはありませんでしたけれども、それでも私はお昼前の時計を当てにしておりませんでした。ですから必ず正法師の時はその休む前に控えに行って、控えの時計と自分の時計とをきっちり合わせておりました。そしてその合わせた時計を元にして
1分前に3時59分に襖を開けるということをしておりました。そういう何というのでしょうかね。やはりきちっとしなければならないところはきちっとしなければならないというのが師匠のご流儀なのですね。まあ4時だから4時に間に合えばよかろう。だから58分に開けてもいいじゃないかと。いや、1分切ってもいいから4時きっかりに開けてもいいじゃないかと。そしたらご記念の座に着くのは4時を過ぎてしまうわけです。その1分たりとも狂ってはならないわけですね。まあ1秒たりともということはできませんけれども、1分たりともということですね。これくらいは暴力のうちに入らないとか、これくらいはよかろうというようなことではいけないということだと思いますね。どこまでもどんな些細なことであっても暴力は暴力です。決して許されるべきものではありません。数十万程度のデモだからこれくらいの些細な暴力が起こってもそれはあり得ることだと肯定されるべきものではありませんね。これくらいのことなるからによからんと心を許すに過ち起こる。これくらいのだからよかろうというようなことでは神様にはかよわないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。